ハローマットです。ここは145ストリートステーションです。この場所はハーレムの最も北側、奥地になります。でハーレムっていうと、危険だねって言われるんですけど、今は、アポロシアターのある125くらいまでは普通に観光できると思います。で今日はね2月の21日なんですけど、今日じゃなきゃいけなかったんですね。で今日はこのハーレムの一番奥地と言われる145からそれからワシントンハイツまで歩いて、皆さんをねちょっと歴史的な場所にご案内したいと思います。まずねこの場所から145ストリートステーションから歩き始めます。で交差点としてはこのサンニコラアベニュー、セントニコラスアベニューと W145 の交差点をイーストの方に歩いていきます。でこれねちょっと動画だと分かりづらいんですけど、すごいね坂道で下ってるんですね。わかるかな。こっちが登ってて、でずっと下っていくんですけど、マンハッタンってねすごいフラットなイメージがあると思うんですけど、もちろんミッドタウンとかダウンタウンの方は丘陵地ではないんですけど、ハーレムの方まで来ると、特にこの北の方まで来るとかなりねこう坂道があるんですね。アップダウンあるんです。ですから地形もね面白いです。で歩いていくとすぐにまずね最初の目的地になります。でこの場所はねもしかしたら今日の、最終の目的地の人よりも有名かもしれないですね。ここにね公園があります。ちょっと車が行ったら J ホークが行っちゃいますね。でこの場所です。ここです。ジャッキー・ロビンソンパーク。ジャッキー・ロビンソンです。ちょっとねカメラの調子が悪かったので電源を入れ直したんですけど、でここも見てもらうとすごいね丘陵地でこう崖の下にあるんですね。でジャッキー・ロビンソン、僕がね説明するまでもないとは思いますけど、メジャーリーグベースボール初の黒人プレーヤーです。でジャッキー・ロビンソンはドジャースに所属してました。なのでドジャースっていう球団は野茂英雄選手とかも初めてねフルタイムのメジャーリーグの選手として日本人を起用したり、このジャッキー・ロビンソンもそうですけど、初めてね黒人のプレーヤーを契約したっていうことで、そういう気質があるんでしょうね。でただねすごくやっぱり批判というか当時、ブーイングもすごかったでしょうし、いろいろね残ってますよね、そういうストーリーが。でこの場所はねレクリエーションセンターっていうことなんで、博物館とかそれからジャッキー・ロビンソンの軌跡をここで学べるっていう場所ではないんです。なんですけど、彼の、功績を、記念してというか、それでこの場所にあります。でなぜニューヨークなのかっていうと、ドジャースはねジャッキー・ロビンソンがプレーしてた当時は本拠地はねニューヨークだったんですね。でこれね中はね夏はプールです。でジャッキー・ロビンソンが引退した後に西海岸に移りました。で
当時はねやっぱりすごく批判というかブーイングとか、黒人の方への差別っておそらくね僕たちが想像しているよりもずっとすごかったと思うんですね。でこれね雪がまだね残ってます。寒いです。で例えばジャッキー・ロビンソン背番号42番なんですけど、あまりにも42番へのブーイングがすごいんで、有名な話ですけど、それがねあまりにもひどいんで、ドジャースの選手全員が42番をつけてプレーしたことがあったりとかで、今確かね背番号42番は全球団で永久欠番だと思います。確かにロジャー・クレメンスが引退して誰も今つけてないんじゃないですかね。でその後に4月か5月だと思うんですけど、ジャッキー・ロビンソンデーっていうのがあって、全球団で望む選手全てが42番をつけてプレーできる日もあるんですね。だからそういう意味でも、歴史的にもそれから、彼の影響力点でもすごくね皆さんの心に残っている選手だと思います。でここがね入り口ですね。ここから入ります。いろいろこれねやれるんだ。でこれね無料で利用できるんで、そんなことないかも。メンバーシップフィーって書いてありますねこれ。そういうことか。そりゃそうですよね。でこういう形でちょっとね中に入ってみますね。で撮影できるかどうかはちょっと確認します。今ね許可を取りました。でこんな感じでまず入るとここにサインをして、であとは例えばこっちか、ここねおトイレもあるんですよね。何かねやってますね。バスケをねやってることもあるんですけど、すごいこんな感じで、観光スポットではないんですけど、中にいろんな施設があって、で地域の人が楽しむという感じで結構ね続々といらっしゃってて、で黒人の方だけじゃなくていろんな人種の方がね来てます。なのでこんな感じでサインをして出る感じですね。で今出てきました。でこっちですね、左に向かいます。なのでここがプールの入り口か、さっきのね。このジャッキー・ロビンソンパークに沿って北の方に歩いていくっていう感じですね。で意外にねこの施設大きいので、仕事してるとどうですかね、人種差別というかちょっと違和感って感じることってないですか？で僕はねアメリカよりもやっぱりねヨーロッパはあると思います。でただ黒人の方、アフリカ系出身の方はこのやっぱりね50年ぐらいでいろんなことをね証明したと思うんですね。例えばスポーツだったりとか、だからそれなりのねやっぱり地位は確立したなと思ってます。でただ比較すると多分ね我々アジア人の方が差別の対象とまではいかないけど人気はないですね。で女性の方はねまだ人気あると思うんですけど、
特に男性はあんまり眼中にないというか、皆さん気にもならないというか、そんな存在かなと思います。多分ね、小柄だしちょっと弱そうだし、エスコートしてもらえないとか守ってもらえないとか、そういうのあるのかもしれないですね。でここからだいたいそうですね、300メーターぐらいまっすぐ歩かなきゃいけないんで、一度ねちょっと切りますね。今ねだいぶ来ました。子供たちも遊んでたりして、でそうですね、400メーターぐらいですかね。でこの上もねすごいね崖があって、その上にアパートが建ってるんですよね。で今日はね最終の目的地点も、ジャッキー・ロビンソンも、人種問題と戦った場所なんで、ずっと行くとリストがいますね。映るかな、そこに。これね、この高架下、このね高架の向こう側、北側はもうねハーレムじゃないんです。なのでこの辺りまでですね、ハーレムっていうのは。でただこの辺はねやっぱり女性の方とかちょっとね歩くのを控えた方がいいと思いますね。だから観光で来るっていうのもちょっと難しいと思うんで、最初のポイントはもうこの動画で、ハーレムにはジャッキー・ロビンソンの記念したスポットがあるよっていうことだけ見て、でこれからご紹介する場所に行くのがいいと思います。多分ねこの辺夕方とか夜とか超危ないと思いますよ。で僕はねすごい身軽な格好で来てるんで、いつも。そしてそのね急な階段を登って、ちょっと登りきったらまた本にしますね。一回切ります。今ね階段登りきりました。でそうすると大通りに出ます。だからさっきのね崖の上ですね。でこのまま歩いて行きます。で今歩いてくると、ここがね155ストリートステーションなんで、さっき降りたのが145なんで一つ北側ですね。で通りが155とこれですね、セントニコラの交差点なので、さっきのところに戻ったってことなんですけど、これをこっちですね、北に向かって歩き続けます。だいぶ歩いてきました。で実はすぐそこが163の地下鉄の駅です。なので本当は163からスタートしてもいいんですよね。でね、このね見落としちゃいそうなこの場所、ちょっと階段を上がっていくと、今ね冬なんで誰もいないんですけど、ここね有名なインスタスポットというか、南北戦争の前からある馬車道です。シルバンテラスっていうんですけど、ここせっかくなんで、今日の最終目的地点とは違うんですけど、ちょっとねご紹介したいと思います。保存状態が良くて奇跡の場所だっていうことで
ニューヨークの隠されたねスポットとして紹介されることが多いです。でこのシルバンテラスを通り抜けた先にあるのが、これもね南北戦争の前からあるニューヨークでね一番古い現存するマンションだっていうことを書いてありました。ロジャー・モリス・パーク。ここですね。ちょっとぐるっと映したいと思います。ですごいねこう丘の上に立ってるんですね。遠くから映すと今ちょうどね正面から撮ってます。こんな感じで周りを見ると冬で緑がないのが残念なんですけど、本当に丘の頂上にあるんですよね。なのでおそらくねすごい眺めが良かったと思います。昔は。今はねいろんなアパートになっちゃってますけど、こういう感じでなのでこういう場所もあります。では元来た道を戻ってで今日の目的地に行きたいと思います。で中はね博物館になってるので、ただちょっとね冬は人もいないので、夏とかね春に来るのがいいと思います。皆さんお散歩に来てますね。なので再びここを通って目的地に向かいたいと思います。でそうするともうここがね163です。ここですね。163ストリートステーション。この道はさっきの163ステーションを背にしてでまたねセントニコラスアベニューを歩いてます。今ねセントニコラス通りを W165 まで歩いてきました。でここを左に曲がります。でそうするとちょっとね後ろからではあるんですけど今日の目的地が見えてきます。であそこに見えるのはオーディボンボールルームっていう場所です。でこの場所はねマルコム X が亡くなった場所です。ですから今日が2月21日マルコム X の今日はね命日です。で1965年だったと思うんですけど、1965年の2月21日にここで演説中のマルコム X が凶弾に倒れた場所です。で正面までねちょっと行きたいとは思うんですけど、今日やっぱりね彼の命日なんで警備がすごいんですね。で本来は中のね資料館があってでそこはね入って見れるんですけど、多分ね今日さっきちょっと正面にいたら撮影もダメで、なので、こういう形でちょっと遠くからね見ていただく形にはなるんですけど、向こう側までちょっと行こうかな。今ね斜めから映してます。でおそらくね正面じゃなければこの場所からだったら撮影大丈夫だと思います。
でこのね施設はシャパーズセンターといって、でこの名前はマルコム X が亡くなる1年前にメッカへのね巡礼を終えて、で改名した名前です。ですからハッチ X とも言われてますよね。で今年はねマルコム X が生誕100年です。でそれもあって生誕100年の2月21日にここに来てご紹介したかったということです。で僕がね思うマルコム X っていうのは、非常にね厳しい幼少期を過ごして、で過激な思想でそれは黒人と白人の社会の分離を唱えてたと思います。でもそれが、イスラム教徒への接近、あとネーション・オブ・イスラムとの活動だったりで、それが正統派に変化してったり、だからね当初の白人との対立から変わってったんだと思います。でもそれはねやっぱりね今となっては分からないですよね。なんですけどやっぱり苦しみというか、当時のその情勢でそれをねやっぱり強くね反映したものだったなと思います。でおそらくこういう内容はちょっとYouTube 的じゃないんで視聴回数とか悪いとは思うんですけど、もしね興味持ってくださる方がいたらこういうのもご紹介したいなと思ってます。で今日はハーレムのね一番奥地で、そこには彼も黒人としてねすごく苦しんだジャッキー・ロビンソン、そしてもう一人マルコム X、 生誕100年のマルコム X をご紹介しました。でニューヨークに観光で来られる方、今日でなければこのシャバーズセンター入れますから、なのでぜひ163ストリートのサブウェイのステーションで降りてこちらに来てみて、歴史のね1ページに触れるのもいいと思います。で僕のチャンネルでは、ニューヨークの詳しいガイドを作りたいと思ってます。なのでもし面白いと思ってくださったらぜひチャンネル登録もお願いします。では失礼します。